ハロー YouTube、CH カンパニーチャンネルの重信です。今日はここが変だよ自動車業界について話したいんですよね。整備士と営業の格差っていうものを皆さんにお伝えしたいなと思って今回動画撮ってるんですけども、何回か、違う動画でもですね、整備士についてもうちょっと、こうした方がいいんじゃないかとか、自分たちの、ポジションっていうものを上げていきたいなっていう運動を僕は勝手にやってるんですけども、皆さんディーラーに行ったことがある方だと分かると思うんですが、整備士の方と営業の方、パッと見、どちらが先に目につきますか？多分圧倒的に営業の方なんですね。営業の方は対人、人と、接着をして、なおかつ車も販売しなくちゃいけないっていう立場であるので、すぐにお客さんとか駆け寄ってですね、対応しなくちゃいけないんですね。かといって整備士っていうのは影になってる場所で整備をずっと行ってる方々なんですけども、この2つの立場ってどんな感じだと思いますかね。もちろん営業の方が給料がいいんですよ。で、整備士の方って比較的悪いことがめちゃくちゃ多いんですね。なので営業の方っていうのは初任給で、場所にもよるんですけど、だいたい22万円ぐらいもらえるんですね。大卒で。大卒初任給22万。片方整備士っていうのは専門学校2年出て、なおかつ、整備士の資格を取らなくちゃいけないんですね。これも国家資格なんですよね。でそれを取って初任給が16万円。この差っていうのは片方22万円、片方16万円、およそ6万円の差が出てしまうんですよね。で僕はそこにすごく疑問を持っています。ぶっちゃけ営業誰でもできんです。あんなん誰でもできんです。話が上手いやつだったら誰でもできんです。大卒の必要もないんです。だってバカでも売れるんだから。でも整備士ってちゃんと車に対して情熱を燃やして整備学校まで出て、でしかも国家資格、しかも車に直接触る人たちですよね。皆さんの安心安全を手掛けている人たちが16万円初任給。だって今車が売れない時代ですよ。車が売れない時代で営業マンが別にそんな数字も上げてないのに、整備士の仕事量からはるかに少ない時間で給料いっぱいもらってるっておかしいですよね。立場っていうのにも、差があります。営業マンってお客さんから直接仕事を受け入れて、そっから、ばらまきですよね。スケジュールをバンバン入れられてしまうので時間で動かなくちゃいけないんですよね。本当は整備士がここまでちゃんとやってあげないと安全じゃないよっていうことも実は見ないふりをして流してしまってるっていうことも現状です。なので本当に、純粋な整備士っていうか、まともにやりたいっていう整備士に対してはめちゃくちゃ心苦しい時間が続くわけなんですよね。それで結構辞めていく人もバンバンいます。っていうのも他業種もしくは違う工場に移るって方もいるのも現状になってるんですよね。でその整備士たちが無理くり入れられたスケジュールをこなすことによって時間がどんどん本当はこれをやらなくちゃいけないっていう仕事が後にずらされていくので日付が超えるという、こういう、負のスパイラルに陥っていくわけなんですね。当然時間がかかればかかるほど体力も落ちていきますし、気力も落ちていくんですね。そうなるとどうなるかっていうと、生産性がめちゃくちゃ落ちます。生産性が落ちるともちろんですけども、収益も落ちていく。整備士たちの士気が落ちたところっていうのは大体店としてやっていけないんですよ。営業マンが少なくてもやっていけるんです。整備士が元気だところであれば、営業マンが1人だったとしてもめちゃくちゃ回ってるとこは実際あるんです。でも逆ってないんですよね。僕が知ってる限りだと過去3件似たようなところがありました。営業マンが3人ぐらいいて、整備士が1人とか、営業マンが5人いて整備士3人とか、この数っていうのは、僕の中では負の法則だと思っております。
営業マン多いところっていうのはどうしても営業マン自体高く、設定された給料っていうのがありますんで、それを稼ぐためにこの整備士たちはフルになって働かなくちゃいけないんですよね。営業マンは自分が取ってきた仕事を、プラス査定していくんですが、そのプラス査定された仕事量って全部整備士にかかってくるんですよね。営業マンはいいですよ、それでお金もらえるから。でも整備士って完全に受け身になっちゃっているんですよ。っていうかそうせざるを得ない状態なんですけども、でこれが続いていくと、さっき言った通り僕が知ってる3社はみんな倒産しています。しかも、およそ5年ぐらいで店がなくなっております。結局、整備士を、大切にできないお店っていうのは、そういう潰れていく運命にありますし、ディーラーも、この動画を見てる方いたらばちょっと注意してもらいたいんですけども、ディーラー側の上の立場の方が整備士を大切にしないところはもう売り上げ伸びないですよ。むしろ落ち込んでいくっていうか、士気が落ちてるからもう終わってる。整備士たちをもっと大切に扱ってあげなくちゃ店の売り上げなんて上がることもないんですよ。そもそも整備士たちのやる気がそがれてる状態でどうやって仕事をやるんですか。整備士たちの給料をガツンと上げろとは言わないです。適正価格を与えてください。残業代みなしとか絶対やらない方がいいですよ。だってそれだけ整備士たちの仕事もみなしになってくる。怖いですよね。結局クレームが来るのはお店に来るんですから。その整備士個人にクレームは来ません。お店に来るんです。なので整備士というものをもっと大切に扱うべきだ。私もそうだけども、過去いた会社では整備士という立場はもう本当に足元に見られてしまうんですよね。足元に見られるっていうことは、みんなが整備士の仕事ってそんなもんしかしてないよねっていう意識になってしまっているので、そういう風潮が生まれてしまったんですよ。でもこれ変えなくちゃいけない、これから変えていかなくちゃいけないところで、整備士のモチベーション、一人一人のモチベーションを上げていくことによって、それからこういう整備業界っていうのはもっと変革の岐を乗り越えられるんじゃないかなと思っております。どんどん電気自動車が走り出してくれば、今の車のパーツのおよそ 40% 近くは、半分ぐらいですかね、ぐらいはなくなると言われてるんですよね。で、車業界、メーカーからその下請けの会社とどんどん裾がこう広がってると思うんですけども、部品点数が半分失ったとしたら、その下の会社半分はなくなってしまうわけなんですよね。その中でも同じようにこういう整備業界っていうのも多分縮小していくんじゃないかなと思っております。で、その縮小していく中でも、先になくなるのは整備士を大切にしていない会社。そういうところは絶対早くなくなる。逆に整備士をちゃんと立てて、整備士の立場っていうのをちゃんと理解して、適正な価格の、給料を上げて、なおかつそれを考えられる人たちがいるお店っていうのはずっと残っていきます。それだけ整備士っていう存在を、重要視してもらわないと、あなたの会社も潰れます。だから私もそういうのをすごい危惧をしているので、なので私は整備士という地位を上げていきたいんですよね。今回言いたかったのはそこです。整備士の地位を上げたい。ただこれは僕一人では、なかなか、達成できない目標というか、願望なので、整備士の皆さんが一緒に声を上げて立ち上がっていただかないと、この業界って変えられないんですよ。で、これを見ている整備士の方々、皆さんもこの一緒に整備士という地位を上げていきましょう。それで自分の今ある生活を変えましょう。整備士の皆さん、今現状に満足している方ってほとんどいないと思うんですよ。長時間労働で低賃金、もうこんな生活嫌でしょ。僕は少なくとも嫌だったんで、みんなこういう生活が好きであれば続けてもらいたいけども、長時間労働低賃金を続けたくないって方は立ち上がってください。言いましょう。
少しでも変だなと思ったらどんどん言いましょう。ディーラーもそういったビッグとかああいうでかい量販店とかもそうなんですけど、それをできないところをどんどん潰していきましょう。整備業界をぶっ壊す。今日はこれでおしまいになります。動画を見てくださった皆様ありがとうございました。良かったよって方はグッドボタンとチャンネル登録。それとですね、私はたまに整備の内容とかなんかいろんな小言じゃないですけども、そういうものをつぶやいたりしますので、インスタグラムとか、Twitter の方もぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。